皆さんこんにちは、内藤です。本日もやってきましたホテルシリーズダラダラッタターン。はい、前回のですね1泊5食付きのねホテル見ていただきましたでしょうか。あれもね非常にね好評だったんですけど、今回はまた面白いねものがついたホテルご紹介したいと思います。いや、今回はホテルというよりも漫画喫茶でございます。ネットカフェ漫画喫茶で今までこんなのなかったっていうところね発見したんで、いち早くお届けしたいと思います。そして今回の舞台はこちら、快活クラブ新横浜店でございます。はい、一見するとですねまあね普通の快活クラブっぽいんですけど、実は今回ここでね新しい部屋ができたんですよ。今までの常識をね覆すようなねこの満喫の部屋ができたんで、それをねご紹介したいと思います。じゃあそれではね早速中の方入っていきましょうか。新横浜駅からね歩いて5分ぐらいでねめっちゃアクセスもいいですね。はい、それでは奥の助、はい、こちらビジネス&リラックスルーム、いらっしゃいませ。受付は2階でございますということですね。でそしてちょっとチラ見えしてる新ルーム登場。はい、ここだけ文字だけ見せとこう。新ルーム登場、あったらいいなを揃えましたっていうね、このね新しい部屋ができたんですよ。これが革命的。そして嬉しいのが途中外出 OK、 そして飲食持ち込み OK。 これ持ち込み OK なのめっちゃ嬉しいよね。好きなもの買ってね持ち込んでねバクバク食って飲めるっていうね。だからねかなりね安くね抑えられますね。じゃあそれでは早速ね受付は2階っていうことなんでね、その新しい新ルーム見ていきましょうか。さあそれでは2階の部屋に歩いていきましょう。おっと、快活クラブでカラオケもあんだ。カラオケと一緒に楽しめることいろいろ。もう普通にカラオケルームもあんだね。でしかも嬉しいのが普通のカラオケじゃないコミック雑誌ルーム内で読み放題だって。だからカラオケと漫画喫茶がね一緒になってるようなね部屋もできてるんだって。今回ねここじゃないんだけどね、この部屋も面白いよね。だからもう見て、このさみんな歌わずにもう雑誌読んでるもん。カラオケ歌わずにみんな雑誌漫画ソフトクリーム食べて、これ任天堂 DS 開いてます。もう歌う気さらさらありません。だから今いろんな部屋ができてんだね。でしかもねテレビ視聴もできるんだって。で嬉しいのがソフトクリーム食べ放題、ドリンク飲み放題もついてるっていうね。こういうね新しい部屋がどんどんね生まれてるんでね、面白いとこあったらねぜひね教えてください。もういち早くね取り上げていきたいと思うんでね。じゃあそれではね2階の方ね上がっていきましょうか。受付の方していきたいと思います。さあそれでは楽しみな2階の方にね、行ってみたいと思います。本当にねその部屋ね新しくオープンってことでねできてまだすぐらしいんですよね。だからね使ったことある人ねほとんどいないと思います。であと嬉しいのが新横浜駅店なんで新幹線止まるんですよ。だから遠征とかで新幹線でここに降りてで使うってこともできるっていうね超便利な位置なんですよね。でなんかねコンサートとか推し活とかで来た時にねこの部屋利用するのねぴったりだと思うんでね、ぜひ参考にしてください。さあそれでは2階の方やってきました。こちらです。はい、ということでねこちらがねフロントになっております。清潔感があってね広々としておりますね。でこっち側に行くとですねロッカーがあって、でねこれ日用雑貨とかね販売品コーナーもありますね。だからコンビニ行かないでもある程度もねここでも揃えられるっていうね、こういうね歯ブラシだったりひげ剃りだったり、あとはねアイマスクだったりっていうね、こういうねちょっとしたねコンビニ形式でね買えるのも嬉しいですよね。爪切りもありますよ。であとはねこっちに充電器とか、あとはねこれシャワーセットとかミニバスタオルとかもついてるね。だからねこういうバスタオルとか持ってなくてもシャワーを浴びることができるっていうのはねめちゃめちゃ嬉しいよね。でちょっとね反対側行ってみますか。はい、こっち側にね行ってみるとですね嬉しいのがありますよ。はい、こちらですね。こちら進んできますとドリンクバーコーナーでございます。これで好きに取ってね自由に飲むことができるっていうのはね嬉しいよね。でドリンクバーはね基本的なのね揃ってますね。これアクエリアスのスパークリングある。炭酸のアクエリアスって俺初めて見たんだけど、これ当たり前？こんなの出たっけ？アクエリアスって炭酸ってあるんだね。絶滅したね黄色いアクエリのね次はねこれスパークリングが出てますよ。あれ一回も飲まずにね絶滅してたけどね、わかります？黄色いアクエリじゃなくて今はスパークリングの時代ですよ。でそしてこっちにはですね嬉しいリアルゴールドが飲み放題。これなかなかついてるのなくない？であとねファンタとかスプライトとかね、こっちちょっとね変わったね炭酸系もあるね。でこれでね割って飲むことも楽しめるっていう形でねいろいろ載ってますねレシピがね。これも嬉しいですね。で隣には本格的なこれコーヒーマシーンで、あとはねコーヒー飲めない人もねココアとかあとはカフェモカとかそういったいろんなものが選び放題でね引き立てで食べるっていうのはねこれ嬉しいですね。でそしてこっち側見てください。ソフトクリームでございます。これなんと6時から10時の間は使いますんですね。
6時から10時の間しか食べれませんって言ったら朝早いと思ったけど、この間は使えない。朝の早い6時から10時まで限定だったらね食べれる数少ないですが、これは清掃時間とかね手入れのねメンテナンスの時間でこの時間食べれないけど、それ以外はずっと食べれるってことですね。これね自分でねこれ絞ってねできるやつですね。これ難しいんだ。俺ミニストップでねアルバイトしててね、初出勤の時にねソフトクリーム作ったらね全然うまくいかないでクレームが入ったっていうのはね懐かしい思い出でございます。トラウマでもありますが今は上手にできるかと思うんでね。じゃあちょっとね俺のねミニストップの実力をね皆さんにお見せしたいと思います。ということでこちらですね。これドリンクとソフトクリームねカップ一体型なんだ。これにね盛る形になるんだね。はい、見せてあげましょう、私のとっておきの技を。さあそれではいきますよ。いいね、マシンがうねってるよ。俺にね注がれるのでね燃えたぎってますね。さあそれではミニストップバイト1日目、クレームが入ったソフトクリーム、この黒歴史をね払拭したいと思います。それではいきますよ。活目せよ、いくぜ。これね自動的にね回ってくれるんですよ。だから余計なことはねそんなしなくていいんですよ。はい、たっぷりめでやべ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 、ちょっと不格好になりました。縦に長いちょっとね鋭利なソフトクリームでございますが、で俺は考えた。これあるじゃん、このソフトクリームにこのコーヒーあったかいのをかけて食べる、こういったアレンジメニューもできるんですよ。これちょっとやってみていいですか。これでさ、このカフェモカとかでこれに注いで食べるで溶かして食べたらめっちゃ美味しいと思う。これ天才的な組み合わせでしょ。はい、これでねちょっとソフトクリームが溶けてこの引き立てのカフェモカ、いいね。これはねタラーっとこういう風にかかって、でちょっとね溶け出してくる。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。うわ超いい感じ、いいね。できた。はい、ということでこちらソフトクリームとカフェモカの合わせ技完成です。はい、ちょっと溶け出してね、これ絶対うまいと思う。これ食べてみましょうか。はい、それでは皆さん見てください。手作りのカフェモカアイスクリームでございます。じゃあちょっとねこれをね浸して、はい、うまそうでしょ。はい、それでは渋谷君口開けて、うまい。このカフェモカのね苦味とねソフトクリームの甘み、そしてねあったかさとね冷たさの融合、全部がねいい感じに溶け出して最高。ただメインは部屋なんですよ。じゃあちょっとねこの後ね新ルーム、これ多分 YouTube 最速かと思うんですけどね、皆さんにご覧いただきたいと思います。それでは移動していきましょう。じゃあそれでは早速ね新しい部屋がですね、ここの2階の鍵付き完全個室、この中でも新しいね部屋ができたってことなんで、ちょっと行ってみたいと思います。でさっきのねカラオケルーム3階でスロットゲームとかもあるんだね。いろんな部屋があるんだけど今回はこちらですね。じゃあちょっと行ってみましょうか。この奥ですね、こっちからが鍵付き完全個室となっております。でですね、この中はですねドリンク、ソフトクリームは持ち込めないらしいんですよ。それがねちょっと残念なんですけど、多分条例かなんかのね規約があるんでしょうね。なのでドリンクとソフトクリームを飲みたい方はここで飲むっていう形ですね。ただ持ち込み自体はできるってことなんですよ。だからこの店内のものだけはここで食べないといけないっていうね、そしてちょっと複雑なルールがあるんですけど、ここが食べたい人のスペースってことですね。で部屋の方行ってみましょうか。はい、こちら2階の部屋で、ここがですね QR コードをねかざすね形式になってるんですよ。なのでこれでピッとして中に入るって感じですね。でさっきのねここに書いてありますね、鍵付き完全個室内での飲食について、当店が提供する飲食物を鍵付き完全個室で召し上がることは法令で固く禁止されてます。そうなんですよ。ただ自分が持ってきたものは食べることができるっていうね、何なんだろうね、どういうことなのかでちょっとね分かんないんだけど、ほら下に書いてあるね、お客様がコンビニ等でご購入された飲食物はご自由にお持ち込みいただけますっていう。だからね遠征とかでねお土産とかね買ってきてねこっちで食べることはできます。ただドリンクとソフトクリームは持ち込むことができないっていう複雑な日本のよくわからない条例があるっぽいですね。これはちょっとね守らないといけないですね。じゃあそれでは早速行きましょうか。中の方222の部屋ですね。はい、ポチッとな。はい、開きました。はい、それでは入っていきましょう。まずねこれディスクライトもありますね。これ自由に持っていける形だ。なんか読書集中したい人はねこれを持ってって部屋でねつけることもできると。であと貸し出し備品でね毛布がありますね。だからねちょっと眠りたい人とかねこの毛布を持っていくのも良さそうです。さあそして222の部屋、222の部屋はこっち側ですね。ちょっと行ってみましょうか。はい、22、
そしてね、喫煙室もありますね。ひろゆきさん大歓喜の喫煙室もあるんで、タバコ吸う方はここでね、吸うことができますと。さあ、そして運命の222の部屋、みんなドキドキしてるかい？渋ちゃん楽しみにしてくれてるかい？それではオープンしたいと思います。店員さんにも聞いたら、ここできたばっかりらしいです。本当についこの前できたっていうことなんでね、どんな部屋なのか皆さん想像しながら見てください。それではここもね QR コードでね読み取り式なんで、すごい安全です。女性の方もね安心して使えると思う。このねセキュリティがねしっかりしてるんでね、本当に女性一人でもね使いやすいかなと思いますね。このロックシステム、いいですね。さあ、それでは認証成功。それではいきますよ。せーの、オープンなそけ。じゃんじゃじゃーん。まだ暗いから全貌は見せないぜ。照明をポチッとな。さあ着きました。こちらでございます。じゃんじゃじゃーん。こちらが新しい新ルームでございます。あれ、今思ったよねみんな。これの何が新ルームなのと思ったよね今。これちょっと長っぽそい部屋で、今までね快活クラブであったでしょうと思いましたよね。わかるよその気持ち。そうなる気持ちはわかるよ。早いまだ。慌てること中目黒。こっからでございますよ。ここにはあるものがついております。なんとこの部屋にはトイレとシャワールームがついております。そうなんです。満喫って普通シャワールームとトイレは別で共有スペースなんですよ。だけどこの部屋はなんとそれが一部屋の中についてるという新しい部屋でございます。これね今までの満喫でなかなかないと思うんですよね。だからもうちょっとしたホテルとして使うことができる。プライベートスペースでトイレシャワーを使うことができるっていうね部屋になってるんですよ。これが今までと違うところだからね、さっきもね言ったけど、新横浜駅遠くで遠征してきたとか出張で来たっていう時にホテル取るまでもないな、でもリラックスしたいっていう時にここの満喫で休憩しながらシャワーを浴びたりすることができるっていう、リフレッシュすることができるっていう、そういった新たな使い道を提案してくれたのがこの部屋なんでございますよ。じゃあそれでは早速ね詳しく見ていきましょうか。はい、まずはですね、ここがですね、ソファー席のね、ブースになってるんですけど、これはまあ今までもね、あったと思います。ただですね、ここのね、ソファー席がね、かなり長いんですよね。だから身長ね、ちっちゃいめの人だったらね、十分横になってね、ベッド代わりにもできるかなと思いますね。まあ、身長ね、俺ね、198ぐらいあるんで、それだとさすがにね、これ足がはみ出ちゃうかなと思うんですけど、小さめ小柄の方だとね、ここに収まるかなと思いますね。で、さらに奥に行くとですね、こちらがですね、パソコンがね、置いてありますね。で、これがね、キーボードがね、収納されてる形になりますね。で、嬉しいのがですね、これね、パソコンがですね、これ壁付けなんですね。壁にくっついてることによって、ここの下のスペースがね、広く使えるんですよ。これどういうことかっていうと、自分のね、ノートパソコンとか広げても作業ができるってことなんですよね。これが机の上にね、この足が乗ってる形だと、多分このスペースの狭さだったら、自分のね、パソコンちょっと置くの厳しいかなと思うんですけど、これだったら自分のパソコンね、置いて作業はできるかなってぐらい広さはありますね。はい、そしてね、奥を見てみるとね、これ充電がね、ものすごいね、充実しております。はい、コンセント2つに、タイプ A、USB のタイプ A とタイプ C あって、さらに3つ目のコンセントもある。で、横に照明がついてるって形ですね。だから充電にはね、苦労しないね。何でも好きなだけね、充電することができます。で、あと上にはですね、さっきの毛布がね、これついてるね。毛布ついてて、あとね、ティッシュもね、ついてますね。で、あとはね、これ枕がね、一つついてますね。だからもう横になるのはね、十分ですね。じゃあちょっとね、寝っ転がってみたいと思います。それではみんな、ベッドシーン、お楽しみください。いくぜ。ベッドは少し固めですね。決まりました。なんと、ちょっと待って、収まる。足が収まってるぞこれ。これ見て、足はみ出さない。全然いけんだけど。俺身長178センチだけど、全然収まる。余裕。もうこれベッド代わりで十分じゃん。正直ね、はみ出しちゃうかなと思ったんだけど、余裕があるぐらい。ぴったりめぐらいかな。例えばね、身長180センチぐらいまでだったらもう余裕でベッドとして使える。で、これね、幅のスペースは、まあそんなに広くないけど、シングルより若干ね、幅が狭めって感じ。でもね、落ちることはなくね、これ寝れそう。
だからね、全然もう朝までね快適に過ごせると思う。でこれでね漫画読んでね、もうネット好きにやってってなったらね、普通のホテルよりいいじゃんってねなる人多いと思うね。そうですよ、そう満喫は使いたかったんだけど、今までいやだけどシャワーとかトイレとか共有でなんかちょっと敬遠してるっていうね人もいたと思うんですよ。特にね女性とかはなんかちょっとってね方もいたと思うんですけど、これ自分の部屋についたらめちゃめちゃ使いやすいと思います。じゃあね、新しい部屋のねトイレバス見てみましょうか。さあそれでは起き上がってこちらの右手側に何やら部屋があるよね。ここを覗いていきたいと思います。それではスイッチ照明オンいきますね。こちらだ。ででででででん。まずおトイレが出てきました。しかもさ、嬉しいのがこれバストイレ別だ。ユニットバスがついてる感じじゃなくて、ちゃんとトイレが独立してる。それ嬉しくないですか？やっぱりさ、現代人が最も嫌うもの、それは何かっていうとユニットバスだよね。ユニットバスってなんであんなに嫌なんだろうね。トイレとお風呂が一緒ってなんかどうしても受け入れられないよね。この気持ちって日本人が共通して持ってるものだよね。私ユニットバス大好きですって方あんまりいないよね。物件に探すときは絶対ユニットバスじゃないと嫌なんです。いないよね。トイレとお風呂は日本人のねこの伝統的な意識の中で必ず別がいいっていうことがね組み込まれてるんですよ。今回はですねちゃんと分かれてます。はい、しかもですねこれ狭いね配置をねうまく利用してて、これトイレがね三角の隅にねちゃんとフィットするようになってる。見てこの綺麗なねシンデレラフィット、三角にぐさっとねもう刺さるような形でこれが配置されたのが嬉しいですね。さらにねこれはい、ちゃんとねウォシュレットもついてますね。でやっぱね出来たてなんでね清潔感もねすごいあります。でそしてねさらにね嬉しいのはこちら見てください。ダダン、独立洗面台がついております。これさ、まあ朝ねここまでね寝泊まりしたとしても、朝の準備共有スペースでねみんながいるところでね髪セットしたりね歯磨いてるってね結構大変だと思うんですよ。これね独立してたらねここで自分でねゆったりとね過ごすことができるってね、これ最高ですね。もうほんとホテル代わりにね使ってもね全く遜色ないと思います。でハンドソープとアルコールがねついてますね。でこれね歯ブラシもね備え付けでねつけてくれてるね。であとこれ嬉しい、これさうがい用にねちゃんと紙コップをねつけてくれてる。やっぱね使い捨ての方がね安心感あるよね。これがね部屋に備え付けてるのもね嬉しいですね。さあそして見つけちゃいました。早速言いましょう。ドライヤーチェック。テレテレン。説明しよう。ドライヤーチェックとはナイトがホテルなどについてるドライヤーの風量をチェックするシステムである。なんとここにも備え付けでドライヤーございます。嬉しいね。ドライヤーついてたらね朝ねシャワー浴びてね髪をねさーっと乾かしてねそのままね出張先出社とかねできますからね。それで推しに会いに行くとかコンサート行くとかもできますからねここで。じゃあちょっとこちらがドライヤーになります。ダンダダーン。のび太のドライヤー。これはねのび太、はいのび太がね就職先ですね。いや何もできないどうしようもないやつだって言われたらねのび太もねついに就職してね、で自分のね名前をね冠するブランドも立ち上げました。はい、それがのびでございます。早速風量チェックしていきましょうか。それではいきます。普通。はい、のび太くん風量は普通でございます。そんなに強くはない、至って普通のドライヤーでございます。ただねこれがついてるついてないじゃね利便性全然違うんでねありがとうございます。これはね嬉しいですね。じゃあそれでは続いてもう見えてるねこの謎の筒、なんとこれがシャワーブースでございます。部屋の中にこのシャワーブースが専用でついてるっていうのはね嬉しいですよね。じゃあそれでは早速開けてみましょうか。さあそれでは開けていきたいと思います。ちなみに言うとともきの家は家にこれがついてます。はい、風呂がない代わりになぜかシャワーブースが部屋の中にドカンとついてます。これ全く同じ似てるやつですね。でこれね右手側にはねちゃんとねタオルも用意してくれたのは嬉しいですね。じゃあそれではいきますよ。皆さん一緒にご唱ください。せーの、オープノスゲー。じゃんじゃじゃーん。うわーめっちゃ綺麗。清潔感抜群ですね。まだね設置したばっかってことでね真っ白ピカピカでございますね。でこれねシャワーがねついていて、これでね、シャワーを出すんだけど、これ何コンフォートシャワー、あこれでオンオフつけてライト、あこれでライトがね光るようになるんだね。でこれ何ファンがつくの、
これ乾燥させるためにねこのファンがついてんだ。だからねこれ入った後にこのシャワーブースを乾燥させるためにこのファンを回すって感じだね。なるほど、こういう仕組みになってんだ。じゃあちょっとね水量チェックもねしてみましょうか。水圧チェック。結構強い。ちゃんと出ますね。この水量だったらねしっかりとほら見て、結構強いでしょ、ストレートで。これだったら水圧弱くてね全然洗えないってことないね。これ素晴らしい水圧です。でそしてね左側にはね小さい鏡もついておりまして、であとはねこれ嬉しいですね、リンスインシャンプー、そしてボディーソープ。なんかね昭和のホテルにね置いてありそうなねデザインのねこの2つがついております。でもねこれで一応ね全身洗うことができますね。これがね自分の部屋についてるっていう満喫、今まであったでしょうか？いやなかった。この地続きでこれで出たらもうここで寝っ転がって寝ることができるっていう、こんな今までありましたでしょうか？もうちょっとしたねビジネスホテル、狭いビジネスホテルって感じですよね。なのでねここを予約したらね快適にね一日過ごすことができるかなと思います。じゃあちょっとね続いてはね漫画をね撮りに行きたいと思います。漫画コーナーもね充実してるかなと思うんでね見ていきたいと思います。で4階だね漫画のコーナーは。で3階がねカラオケルームだ。ここにねスロットもあったんだよね。このスロットもちょっと見てみようか。スロットコーナー、あれこれか。ありました。スロットゲームコーナー。並んでるねスロットが。これは実際の100円をね入れてやる感じだね。運試しにね一発やってみますか。セブンセブンセブンがね出るかもしれないんでね。いや俺ほんとね人生でパチンコ行ったことないんだよね自分で。親父が大好きだったからねそれにね迎えでねついて行ったりとかってあるんだけど、自主的には行ったことない。なんせ音がうるさすぎて俺苦手なのよ。でも最近ねメダルゲームはなんか個人的にねやったりするんだよねプライベートで。さあじゃあそれでは100円投入して、さあこれでどうやんだ、こうか。これで動いた動いた動いた。さあ行きます。これ28回回せってことね。さあそれでは俺たのチャンネル300万人に向かってセブンセブンセブン。こことここ違うじゃん文字。ここで7揃ってるのに556なの。意味わかんない意味わかんない。さあ1来たセブンセブンセブン。そこね。さあ行くよみんな、せーのですからね。来たセブンセブンセブン。なんでこっちは11なの。揃ってんじゃんこれ。意味わかんないんだけど。揃ってるよ、大当たりよ。なんで11なの。二度とやらない。一応消費するためにやるけど意味がわからない。揃ってたじゃんね。下を揃えてもダメなの。こっちの上を揃えないとダメなの。終わりました。意味がわからない。揃ったのに大当たりじゃないんかいっていうね。じゃあそれではね漫画コーナーメインの見ていきましょうか。それはですねこっちですね。4階ここについてるっていうね。でここにもね飲み放題がついてるってことなんで、わざわざ1階まで降りなくても4階でもドリンクとかはね、飲むことができるってことですね。ただ部屋にはね持ち込めない。完全鍵付き個室には飲み物をね持ち込めないっていうのでねご注意ください。でもちろんねエレベーターもありますよ。今ね歩いて行ってるだけで健康のためにね1日1万歩歩きたいってね思ってるんでね歩いてるだけでございます。こちらが4階でございます。ということで4階の方やってきました。漫画ねずらーっとね並んでますね。こっちはねジャンプ系のこち込みもねしっかりと揃っております。でねやっぱ綺麗ですね。漫画自体もねなんかね新しめでね揃えられてる感じしますね。でこっち側にですねドリンクコーナーはねさっきと一緒ですね。品揃えはね変わらないですね。でこっちにもねソフトクリームあるわ。ここでもねマシンがあるんでね好きにね食べることができます。でさっきのコーナーにはなかったのこれ自販機コーナー。ここでねパンをね買って食べることもできますね。ただこれはね持ち込むことできないんでねここで食べるって感じですね。でこっちにはお菓子系もあるね。スナックポテトがあったりカラムーチョがあったりっていうね。であと嬉しいのはカップラーメンもある。だからね夜ね泊まる時にお腹空いてもねカップラーメンとかねおつまみ系はあるんでね小腹を満たすことができますね。で最新のね雑誌コーナーとかもね充実してますね。大谷翔平さん11号また打ったってことでね書いてありますよ。で大阪ね万博ね。
これね、俺オープン初日に行こうとしたんだけどね、ちょっと日程が合わずにね行けなかったんで、結局いつか行きたいね。ちなみにね、万博ね、姉家族が行っててね、めちゃめちゃ面白かったって言ってた。だから前評判ね、あんだけ言われたけど行くとめっちゃ面白いらしい。なのでね、ちょっと期間中にね1回はね行きたいなと思ってますね。あとはこれ路傍の藤、これ今ね話題沸騰中ですね。で俺もね前回読みましたけどね、これ面白いんですよ。もう本当に路傍の藤っていうね、もう平凡、どこにでもいそうな主人公なんだけど、でも周りを気にせずにね、自分の我が道を行くっていう、でそんな生き方にね、周りの人たちがねなんか影響されていくっていうかね、なんかじんわりとね心に染みるようなね物語で、これねファン多いですね。藤井になりたいっていうね方ね多いと思うんで、ぜひね読んでみてください。あとはなんだろうね、神楽鉢もね人気だね。ただ俺ね、やっぱファンタジーっていうか、あんまりフィクション系がねハマらないんだよね。リアリティのあるノンフィクション系がね好きなんだよね。なんかそれでねおすすめのね漫画あったらぜひ教えてください。コメント欄でお待ちしてます。さあ、ということで読みたい漫画持ってきました。じゃんじゃじゃーん。はい、これね、さっき言ったね、路傍の藤。これ4巻俺まだ読んでなかったんでね、持ってきました。またね、これ説明するとね、この藤井ってね、もうめちゃめちゃ平凡で普通の男が主人公なんですよ。でも、この彼は自分なりの生き方を持ってて、やっぱりね、それに周りが影響されていくっていうね、話なんですよ。やっぱ今だとさ、SNS とか見てさ、なんかやりたいこととか、やってることとかって他の人に影響されて、自分が好きなのかわからないけど、なんとなく映えるからやってるとかさ、なんか他の人にいいと思われたいからやってるみたいな。そういうね、ことが多いと思うんですけど、この藤は自分の好きに従って、誰に認められるわけでもなく、自分の道をマイペースに生きてる。で、なんか、それに周りの人たちが影響されて惹かれていくっていうね、話なんですよね。今のね、この SNS 社会でね、自分を貫くってね、めっちゃ難しいと思うんですけど、この藤井を見てると、なんか自分なりのペースで生きるってね、一周回ってやっぱいいんじゃないかなってね、そういうことに気づかせてくれるのがこの藤井なんですよ。で、これ結構芸能人とかもね、おすすめしてるんだよね。この漫画めっちゃ好きですっていう人。なんか劇的なことは全く起きないの。劇的なことは全く起きないんだけど、なんか読み終わった後にじんわりほっこりするみたいなね、そういったものです。そしてもう一つ、こちら。じゃじゃん。夢梨先生の進路指導。はい。これですね。夢梨先生ってね、結構ね、インパクトも強いね、名前ですけど、これ今までのね、先生シリーズとは違うんですよ。普通先生だったらね、生徒の夢を応援するみたいな話じゃないですか。違うんですよ。この先生は夢を諦めさせるんですよ。生徒とね、進路指導があって、1対1で話すときにね、私こういうのやりたいですってね、自信満々に言うんですけど、そのね、生徒に向かって、この夢は成功する確率が極めて低いです。なので諦めた方がいいですってね、ずーっと諭すの。で、そうすると生徒は、いや、そんなことない。夢は素晴らしいものなんだ。絶対叶えてみせるって言って。生徒は大抵ね、先生の言うことは聞かず、その道に突き進んでいくんですよ。でもそうすると、その夢を追っていく過程で、大きな挫折にみんなぶち当たっていく。で、その時にもう一度この先生が現れるんですよ。で、その夢を叶える、それとも叶わない、どっちにしろですね、新たな道を提示してくれる。そう、もしくはね、自分で気づいていくっていうのが、この物語なんですよ。で、いろんな生徒が現れていくんですけど、これもまたね、ものすごいリアル。本当に現実世界であったんだろうなっていうね、いろんなね、職業とかね、選択肢の先が描かれてっていうね。これもね、めちゃめちゃ面白いです。これもね、すごくね、人気のシリーズかなと思うんですけどね。俺はね、もうこの最新回読んでるんですけど、今回はですね、これ、将棋の棋士、プロを目指したいって言って、その道に行った人のその後が描かれてるシリーズなんですけど、これもめちゃめちゃ深くて面白いです。で、途中でね、次はね、結婚、専業主婦に憧れた人が出てきて、そこでストーリーが終わってるんですよ。なので、6巻がね、すごい楽しみです。先生が言うんですよ。夢の犠牲者を出すわけにはいかないのですって。で、かつてね、この先生もある夢を追っていたんだけど、大きな挫折にぶち当たって、で、夢破れて、で、そのね、過去があったから、今生徒たちにそれを伝えてるってね。はい、そういった過去もいろいろ描かれていくっていうのがね、このシリーズになっております。夢は人を殺しかねないっていう、すごい超リアリティにね、基づいたね、話なんでね、染みる方にはめっちゃ染みると思います。そのうちね、これ多分 YouTuber も出てくると思う。先生、僕 YouTuber になりたいんですって言ったら、この先生が、やめときなさい。夢は人を殺しかねないですって言って。YouTuber を目指さない方がいいってね、話もいつか出てくると思うんでね、ちょっと楽しみにしてます。ぜひ描いてください。じゃあね、ちょっとね、この部屋でまったりとね、
本をね、続きを読んでいきたいと思います。ぜひ皆さんもおすすめの漫画、俺にぴったり合うようなね、漫画あったらぜひ教えてください。俺はね、ファンタジー系がね、あんまりね、のめり込めないんですよね。なので、こういうリアリティがあるような、本当にね、ノンフィクションでありそうな話がね、すごいハマりやすいんですよ。なので、ぜひ教えてください、皆さん。ということで、はい、続き読んでいきたいと思います。はい、ということで楽しんできましてね、今生産の方してきました。料金の方はね、こんな感じでございます。結構ね、お安くね、快適にね、休みを取ることができるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今後もね、面白いね、ホテルとか宿泊場所とかね、面白いスポットを巡っていきたいので、ぜひ情報ある方はコメントに書いてください。あなたのが採用されて、私が行くかもしれません。ぜひコメントにね、ここ行ってほしいとか、ここ面白いですよっていうね、最新情報でいっぱい書いてください。そしてね、前回の1泊5食付きホテルの動画見てくれましたでしょうか。これもめちゃめちゃコスパ良くてね、お得な情報なんでね、ぜひチェックしてください。概要欄より。ということで、また面白いスポットホテルでお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。